やはり、スサノオの制作はなかなかに手こずるな。もう一人の僕、相棒、僕たちにとって宿命のプラモが届いたよ。なんだと、それはなんだ。はじめましての方もこんばんは。花粉の季節がやってきて、苦しんで眠れない男ゆうちです。とうとうこの季節がやってまいりましたね。とても辛い。そして、今年は、レビュー動画もちょくちょくやっていこうと思っていたので、今回はレビュー動画をやっていくぜ。というのは建前で、プラモの制作の間の時間稼ぎさ。そんなこんなで普段はこのチャンネルでは、ガンプラや美少女プラモを中心に改造や全塗装を行っていくチャンネルだ。よかったらチャンネル登録よろしくな。そして今回レビューするプラモデルはダークアドベントソフィアリラックスバージョンです。ちなみにこのプラモ、簡単に一言で言うと、ド変態なプラモだ。まずはエッチなパーツを箱から取り出して YouTube に怒られないようにしましょう。さて、エッチなパーツは、エッチなパーツがない。製品間違えたかな。なるほど、調べたところによるとそういうパーツは今回ないようですね。ならば安心してランナーを整理していきましょう。このソフィアの中に入っているランナー数が 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 枚と豊富なハンドパーツの2種類、さらには塗り分け済みパーツと豊富な表情パーツ、さらにはデカールに最後に説明書。いやー、表紙のソフィアかわいいな。だからこそエッチなパーツ欲しかった。気を取り直して説明書を熟読し、ニッパーでランナーからパーツを切り離していきます。パーツを切り離し、説明書通りに組み上げたソフィアがこんな感じです。もう造形がエッチですね。この服がいい感じの網になっており、いい感じに肌がチラチラ見える。素晴らしい。さて、見とれている場合ではございません。早速その他のいいところや気になるところ、可動域や交換パーツを見ていくぜ。まずは個人的に気になったところを見ていこう。このリラックスソフィア、前のダークアドベントとプラムの構造が異なっているところがある。それがまずは首周りだ。この首周り、一見何の変化もないように見えるが変化しているぜ。実際に前のアイシスと比べてみよう。前のアイシスはボールジョイント一つに対し、リラックスソフィアは2つのボールジョイントになっている。これによりさらなる首の微調整が可能。でも見た目とかおかしくなったりしないのなんて思ってるそこのデュエリスト、大丈夫です。最初に言った通り見た目は何の変化もないように見えるぐらいにとても自然な仕上がりになっているぜ。さらに視点をちょっと下にずらして鎖骨周りも進化している。他のダークアドベントはやはり肩周りの関節が見えているため、ポージングによっては少し見えてしまい違和感が出てしまう。だがそこにこのソフィアの胸が登場だ。この胸、なんと鎖骨まで作り込まれており、さらにその効果により違和感の元の引き出し関節をある程度隠しているぜ。これは素晴らしい進化だ。これでポージングもはかどるってわけだぜ。これで構造の進化は終わりって思っちゃいないだろうな。こいつの進化はまだ止まらないぜ。さらに腕を見てほしい。この腕、よく見ると、そう、合わせ目がないぜ。このソフィアの腕、なんと C ジョイント関節になっている。 C ジョイント関節なので少し不安もあったが、渋みもちょうどよく簡単には抜けないようになっているため、とてもいい仕上がりになっているぜ。だがしかし、この C ジョイント関節が採用されているのは腕だけで、後の肩や太もも、膝などは挟み込みで関節を仕込んでいるため合わせ目ができてしまう。ここには注意が必要っていうことだぜ。そしてデュエリスト皆が気になっているであろう、この胸にはボールジョイントを差し込む部分があるため、ここにランジュリーの服を取り付けるぜ。さらにこのランジュリーの服なんていらねえよって思っているデュエリストにはちゃんとなしのバージョンの胸も付属しているから安心してほしいぜ。
続いてはガラッと変わり、このポーズを見てほしい。このリラックスバージョンという文字通りのだらしねえ一面のソフィアだぜ。だが表紙の可愛いイラストのこのギャップでこのだらしなさを見るとなかなかにそそるものがある。さらにこのだらしなさに拍車をかけるアイテムたちを紹介していくぜ。まずは頭部だ。頭部には普通の前髪とは違い、もう一つ髪留めをつけている前髪がある。これをつけることによりリラックスしている感の拍車がさらにかかっていく。それになんといってもいつも前髪でおでこが隠れている女の子がおでこを出す、そんなところに燃えたぎるデュエリストは多いのではないだろうか。何を隠そう、俺も燃えたぎっているぜ。そしてこのだらしなさに拍車をさらにかけているのがこの小物類だ。小物類は大きく分けて5種類。ちゃぶ台、その上に乗せるガーリック味のポテチ、さらにストロングゼロの4本にスマホ、そしてソフィアが座る用のクッションだ。とりあえず俺の感想から言うと明日のことは何も考えていないラインナップな気がするぜ。特にストロングゼロ4本はすごすぎるぜ。俺なら1本でもう決まっちまうぜ。さらに決め手はガーリック味のポテチ。もう口臭なんて気にしていないそのスタイル素晴らしいぜ。さらに気になるのはこのスマホの画面。このスマホよく見ると LINE をしているのだが相手がなんとラーニアらしい。そしてソフィアがすごい長文でハートマークまでつけているのに対しラーニアは短文。泥酔しているソフィアに対して塩対応しているラーニアってことだろう。内容がとても気になるぜ。そして小物類などを掴むための手などには一部突起物がついているものがある。これを使うことによりストロングゼロやこの小さくなった印銃を掴むことができるぜ。その他スマホやポテチ専用の手首が付属しているなどなんと手首は11種類もあるぜ。さらに表情も豊かで6種類もある。だが印刷されている顔は一つだけ。様々な表情を楽しみたいデュエリストはデカールを貼る必要があるぜ。ちなみに表情のデカールの内容がこちら。酔っているせいか表情豊かでとても面白い顔が揃っているぜ。さらに印銃にも少し触れていこう。この印銃はだいぶ可愛くマスコットのようになっている。動くのは肩の羽と口がパクパクするくらいだ。やる気を出したらデラックスソフィアの時みたいになるのだろうか。気になるところだぜ。そしてこのキットエッチいパーツはないですがその他のダークアドベントのパーツとは互換性があり、アイシスの胸パーツをつけたりラーニアの胸パーツをつけたりすることが可能。エッチいパーツがなければ買ってくれば全て解決だぜ。さて総評としてこのプラモは作りやすくよく動きゲーコマでとてもいいプラモだ。もし美少女プラモを始めようか悩んでいるデュエリストやこんなだらしない女が好みなんていうデュエリストにはおすすめだ。さていかがだっただろうか。俺のプラモレビューは積みプラも多くなってきたのでたまにはこのようにレビュー動画を作って作る予定のものは先にレビューだけ上げていこうと思うぜ。そして改造に集中する完璧な作戦だ。さて今日の動画もこんな感じ。この動画が参考になった、面白かったと思った方はチャンネル登録、熱いグッドボタン、熱いコメント待っているぜ。レビュー動画だけを初めて1本で作ってみたがなかなかいつもと違う撮影をして楽しかったぜ。もう一人の僕相棒お疲れ様と言いたいところだがこれからが地獄だよ。ああそうだな。今月あたりから届くプラモの量ができるかどうかやってみせろよ。もう一人の僕なんとでもなるはずだ。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。またな。